皆さんこんにちは。さあ今回も周りに何もない秋田の山奥を走っています。この奥に驚きの素敵宿があるんです。さて今回は奥角館温泉わび桜をご紹介します。角館市はみちのくの小京都とも呼ばれ、昔ながらの武家屋敷が残る風情ある町並みで桜の名所となっています。奥角館温泉は角館の奥地に2008年に掘削された源泉で、一軒宿わび桜のみが利用する自家源泉となっています。この動画ではとても贅沢な作りとなっているわび桜のお部屋とお風呂を中心に、見た目も素晴らしいお部屋での豪華な食事までご紹介します。桜の残る角館武家屋敷も少しだけご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。わび桜に到着しました。わび桜のある錦町角屋は約800年前に雫石の戦国大名戸沢氏が最初に城を築いた地とされています。奥角館温泉わび桜の創業は2011年。全10室源泉かけ流しの半露天風呂付きというプライベート感抜群の贅沢宿となっています。4月の終わりでしたが、宿の前にはまだ少し桜が残っていました。わび桜のコンセプトは心の故郷への誘い。日本の原風景を感じながらゆっくりしてもらいたいという思いが込められています。こちらの母屋は岩手の雫石から築約200年のかやぶき古民家を移築したものです。母屋の奥にはわび桜ご縁結び神社がありました。左側に見える塔が客室となっています。それでは中へ入ってみます。エントランスにはおしゃれな提灯と傘がありました。左はフロントとロビー、右には売店とラウンジのようなスペースがあります。こちらはラウンジに相当するスペースです。こちらでもチェックインをしていましたよ。絵はがきや桜樺細工の小物が売られていました。ギャラリーのように伝統工芸品などが並んでいますが、これらは購入も可能です。フロント前のロビーです。こちらでチェックイン手続きを行いました。こちらはフロント。奥には小上がりのような広い和室もありました。お客さんが多いときはこちらでウェルカムフードを提供することもあるみたいです。フロントの上には神棚がありました。チェックインです。ウェルカムフードはビワの葉茶と料理長お手製の桜羊羹。こちらの黒い一枠分の中で結構でございます。はい。お夕食のお時間でございますが、本日6時となっておりまして、はい、6時でもよろしいございますし、明日のご到着お時間は8時または9時のご案内でございます。お部屋に源泉かけ流しの温泉がついてございます。それとまた別に1部屋30分貸し切りの露天風呂ございまして、お時間のご予約制でございますが、ご利用はいかがなさいますか。お願いします。はい。お部屋まではほぼ段差はありませんが、少し距離がありますので案内していただきました。お部屋をご紹介します。はい、今回のお部屋はこちらの初山というお部屋になります。お部屋の前にはね、こんな感じで飾りがあって、そしてこちらの初山のドアもね、こんな感じで桜樺細工が貼られてます。
どんなお部屋なのか期待できますよね。そしてね、鍵はね、こんな感じの鍵になっています。こちらもやっぱり桜川細工のね、キーホルダーということになってますね。じゃあ入ってみたいと思います。こちらがエントランスということになります。こちらね、草履もね、桜川細工になってますけれども、お部屋の中にもね、たくさんね、川細工の装飾がされてますので、その辺も注目しながら見てもらえるといいかなというふうに思いますね。そしてね、こちらですけれども、こちらはね、入り口の上着をかけるクローゼットのような、そんな感じになってますね。そしてこちらには扉が2つあって、こちら側がダイニングで、奥がね、リビングということになりますけども、まずはこっちにあるね、トイレですね。トイレはこんな感じで、なかなか広いトイレになってますよね。もちろんね、ウォシュレットがついてまして、こちらにお手洗いがあるというような感じになってます。さて、それではお部屋に入ってみたいと思います。こちらがリビングということになります。まずこちらのリビングはね、8畳程度の畳になってまして、そして奥の方に板の間があります。さらにこちら側にもね、フローリングのダイニングがありますね。全体で97平米のかなり広めのお部屋ということになってます。まずちょっとね、奥の方まで行ってみたいと思いますけども、そしてベランダに出てみると、この雰囲気ですね。どうでしょうか。もうこちらのテーブルとチェアがこちらにあって、そして景色ですね。平屋ですので、景色としてはね、高いところから見たりとか、そういう景色ではありませんけども、結構ずっと奥の方まで、今ちょうどね、新緑の時期で美しい景色になってますよね。ちょうどね、春でこんな感じでウグイスの声が聞こえますけれども、新緑の緑とね、そしてウグイスの声と、なかなか癒される景色かなというふうに思いますね。そしてこちら側にはね、半露天風呂のね、お風呂がありますけれども、そちらは後でご紹介したいと思います。窓側から改めてお部屋を見ますと、こんな感じになっています。全体はね、和の雰囲気になってますけれども、こんな感じで和と洋が入り混じったような、とても素敵なお部屋になってますよね。例えばね、こちらの柱、これもすごいですよね。桜川細工が表面に貼られた柱と、それからこちらのね、スタンドライトもこんな感じのおしゃれなスタンドライトになってます。リビングのね、テーブルは小さめですけれども、こちらに座布団があって、まさに和の雰囲気という感じですよね。そしてこちらにはね、床の間のようなスペースがあって、絵が飾られているというふうになっています。こちらにテレビがありますけれども、テレビは40インチから50インチぐらいの大きさのテレビというふうになってます。そしてね、テレビの下にはね、DVD のデッキがありますけれども、DVD に関してはね、レンタルもあるということみたいですね。あとね、こちらの畳の間と、それから板の間、全面にですね、床暖房が入っているということで、それもすごく嬉しい気遣いですよね。やはりこちらの秋田は冬になると本当寒いですから、床暖房があればかなりお部屋に居やすいのかなというふうに思いますね。そしてこちらがダイニングということになってます。ダイニングもね、おしゃれな雰囲気になってますよね。で、こちらの初山に関してはダイニングがあるお部屋ということで、食事はお部屋食ということになってます。そして奥の方に来ますと、こんな感じでミニバーがありました。
こちらにはねグラスがたくさん置かれてますね。そしてこちらの、ケトルと、それからミネラルウォーター、こちらは無料ですね。あとはこちらは冷水ということですね。こちらにはお花が飾られてます。あとね、こちらの革細工の立派な箱ですけれども、こちらを開けるとこんな感じでコーヒーバッグ、しっかりとわび桜というふうに書かれてますよね。それからこちらはティーバッグですね。あとはこれ面白いですね。これお茶菓子ですけれども、もろこしでしょうかね、ありました。でその下にはねコーヒーのクリームが入ってました。さてさらに下には冷蔵庫がありますが、冷蔵庫を開けるとビールとお茶が入ってます。こちらは無料ということで飲んでも大丈夫ということですね。それからこちらにはさらにお茶菓子が追加で入ってまして、こちらはね甘いお菓子なんですけれども、もろこしとはちょっと違って柔らかいお菓子、おまんじゅうのようなそんな感じのお菓子ですね。さらにねこちらにはお茶のカップと、下にはねコーヒーカップが入ってます。コーヒーカップはね日光っていうブランドのカップですね。こちらから全体を見るとこんな感じになっています。そしてさらにですね、こちらが寝室ということになってます。寝室はこんな感じの、少しね照明が薄暗い感じで非常にいい感じの寝室になってますね。セミダブルぐらいの大きさのねベッドが2つありますね。マットレスはシモンズ製ということになってます。そしてこちらの灯籠のような飾りとね、こちらの障子のような和を感じさせるような飾りがされていて、非常に落ち着く寝室になってますよね。この上のね格子の模様と、それから間接照明もいい雰囲気ですよね。ここにはさらにクローゼットがあるということになってます。もう本当にね至れり尽くせりという感じになってますよね。このね桜樺細工のボックスもおしゃれですよね。そしてこちらからね洗面に行くことができます。でこちらがね洗面のお部屋ということになります。右側にはねお風呂がありますけれども、そちらは後でお見せしたいと思います。そしてね洗面もねやはりなかなかおしゃれな感じになってまして、こちらのシンク、これ銅製のシンクでしょうかね、とても洒落た感じですよね。あとはカップや石鹸なんかが置いてあります。そしてこちらはねオムニセンスですね、女性用の化粧品ですね。あとはねこちらにアメニティが入っていまして、歯ブラシとかねヘアブラシとかシャワーキャップ一通り入ってますね。でこちら石鹸ですね。あとはねこういうシェービングフォームなんかも入ってました。なかなかアメニティね揃ってますよね。そして下にはねタオルがありますけれども、こちらはボディタオルとバスタオルと、これがフェイスタオルですね。そしてねこちらにはドライヤーが入ってまして、ドライヤーはねダイソンのドライヤーですね。あとはこちらにねホットハンガーがありました。そしてねこちら実はねクローゼットになってまして、こんな感じでハンガーと上着がねかかってますけれども、下の方にはガウンもありますね。あとはセーフティーボックスと床具が用意されてます。それからこちらの引き出しを開けると、こちらは浴衣ですね。浴衣とこれは足袋ですね。こちらはパジャマのようなね部屋着になってますね。スリッパもねこんな感じで用意されてますね。さてそれではお楽しみの露天風呂行ってみたいと思います。さあ露天風呂こんな感じですね。なかなか素晴らしいお風呂になってますよね。一応ね半露天風呂と
いうことになってまして、奥に窓があってね、こちら今ちょっと開けてみますけれども、そしてね、窓を開けるとこんな感じになります。屋根はねしっかりともちろんかかってて、確かに半露天のような感じになりますけれども、結構ねこの奥がねこんな感じで開放的ですから、もうほぼ露天風呂のようなそんな感じの雰囲気になってますよね。そして湯船は全体が石でできた湯船になってまして、上にはね木が縁取られてますね。大きさもね 2,3 人で入れそうな、なかなか雰囲気のいいお風呂になってますよね。そしてね、こちらに洗い場もしっかりと用意されてまして、シャンプーやボディーソープも用意されてますね。なかなか雰囲気のいいお風呂になってますよね。こちらはね後で入ってみたいと思います。そしてわび桜の館内についてね少し説明をしたいと思います。車で来ますとね、こちらのかやぶき屋根の門があって、そこから母屋は200年前のねかやぶき屋根のお家をこちらに移築したということで、こちらのねわび桜自体は2011年の創業ということで、創業してまだ10年ちょっとぐらいなんですね。でわび桜のお部屋は全部で10室ありまして、今回僕らが泊まってるのはこちらの初山というお部屋になります。でこの初山とね直竹というお部屋に関してはダイニングもありまして、こちらの2つのお部屋はね部屋食ということになってます。それから他の8室ですね、和洋室と和室というふうになってるようですね。あとこちら一番端に貸し切り風呂があります。こちらに関してはチェックイン後に予約をして借りるということで、今回借りてますので、こちらは後でお見せしたいと思います。そしてわび桜のチェックインは15時ですね、3時ですね。でチェックアウトは11時ということになってます。それからね、お部屋で Wi-Fi が使えます。で Wi-Fi のね通信速度 41Mbps ですので、まずまずかなというふうに思いますね。こちら DVD の貸し出しの一覧表ということで DVD を借りることができるというふうになっていますね。それからドリンクメニューということで、有料ではありますけれどもルームサービスということでドリンクをいただくことができます。こちらのねわび桜の源泉名はね秋田角館美人温泉ということになってますね。で泉質は pH が 9.5 のアルカリ性の単純泉ということになってます。で源泉の温度がね 38.7 度と低めですので、こちらに書いてますが加温だけはされているということですけれども、循環ろ過消毒なしの源泉 100% かけ流しということになってます。ということで半露天風呂付き初山でしたが、いかがでしたでしょうか。はい、それではお風呂入ってみたいと思います。今こちらのね窓を開けて入ってますけれども、いやーこの開放感素晴らしいですね。屋根はねこんな感じでかかってはいますけれども、結構周りの景色ね奥行きがあって開放感十分にあるんですよね。で今ちょうどね新緑の時期で緑が出始めてると、そんな感じの素晴らしい景色になってます。でちょうど今ねウグイスが鳴く時期のようで、先ほどからね盛んにウグイスが鳴いていて、それもとても癒される感じですね。湯船の大きさはね向こうにもう足が届かないぐらいのかなり広めの湯船になってまして、一人で入るには広すぎるぐらいの湯船になってまして、2、3人で入っても十分に入れるぐらいの、それぐらいの広い湯船になってますね。源泉はこちらからね流れてまして、秋田角館美人温泉という名前の源泉になってて、 pH が 9.5 のね単純温泉ではありますけれども、少しねこうツルツルする感じで、とてもなんかね肌に良さそうな感じの、そんな感じのお湯になってますね。非常に温泉らしい温泉ということになってます。これだけのお風呂にね一人あるいは家族でプライベートに入れるというのはとても贅沢で満足度が高いですね。
貸切風呂をご紹介します。貸切風呂はウッドデッキの渡り廊下を渡った端にあります。こちらが貸切風呂ですね。行ってみたいと思います。こちらがね、貸切風呂の脱衣スペースですけれども、やはりね、貸切風呂、1人2人の使用をね、想定しているのか、脱衣スペースはね、かなり狭くなってますね。そしてこちらにお風呂があります。こちらが貸切風呂ということになりますね。全体はね、石でできていて、大きさもね、2、3人でも十分入れそうな、結構広めの湯船になってますよね。そして上はこんな感じで、もう完全に開放されてますので、こんな感じで非常にいい雰囲気の露天風呂になってますね。で、そちらにね、湯上がりどころのような、少し座って休めるような、そういったスペースもありますね。こちらから見るとこんな感じになってますね。もう屋根がなくて完全な露天風呂ということになってます。で、お湯はこちらから出てますけれども、お部屋と同じアルカリ性の単純泉ということで、源泉 100% かけ流しとなっています。はい、それでは貸切風呂入ってみたいと思います。いやー、これはね、お部屋のお風呂もすごくいいんですけど、貸切風呂も素晴らしいですね。お湯の温度がね、ちょうどよく調整されていて、上がね、もう完全にこんな感じで開放されていて、完全な露天になってんですよね。そしてね、周りがなんかもうこんな感じの林のような感じになってまして、もうなんか大自然の中でお風呂に入ってるみたいな、そんな雰囲気になってますね。で、湯船もね、こんな感じのいい感じの石の湯船になってまして、一人であればね、十分な広さのあるすごく大きな開放的なお風呂になってます。お湯はね、お部屋のお風呂と同じアルカリ性の単純泉で、ちょっとねツルツルする感じの、まさに美人の湯という風になってますけれども、肌に良さそうな、そんな感じのお湯になってます。これはとてもいいお風呂ですね。で、こちらの貸切風呂はね、無料で借りることができますし、チェックイン後にね予約をすることにはなってますけれども、お部屋がね10部屋だけですので、時間さえね選べば、おそらく全てのお部屋の方がね借りることができるのかなというふうに思いますので、こちらのお風呂はぜひ借りることをお勧めしたいと思います。お部屋でお楽しみの夕食です。最初はプレートとメニューのみです。何が出てくるのかワクワクしますよね。こちらが食事のメニューです。見た目も内容もかなり凝った料理が多いので、ぜひご注目ください。メイン料理は秋田牛の幽庵焼き、桜鯛のしゃぶしゃぶなど。ドリンクメニューです。ワインを中心に秋田の地酒など幅広く用意されています。ドンペリをはじめとしたかなり高額なお酒も用意されています。こちらは子供用のお膳です。エビフライやスパゲティ、サラダ、ハンバーグ、あとはデザート、茶碗蒸し、ご飯と味噌汁など、とても豪華ですよね。赤羽豆腐でございまして、お豆腐に薄い豆を混ぜましたお豆腐でございます。
上にはこちら巻きエビのくずたたきと秋田名物のとんぶり、そして上にはこちらかつら生姜を添えてございます。こちら花びらはこちら、ゆり根でできました、花弁ゆり根でございます。春らしい感じね、春らしい感じのね、若葉豆腐と上になんか桜みたいな感じで乗ってて、すごいとんぶりがさとろっとしてる感じで、一番右手のこちら緑色のこちらよもぎ風の味噌田楽でございます。上にはこちら本マスの木の芽焼き、その上のグラスの容器に入ってございますのはこちらカニ身ともずく酢の和え物でございます。で手前にはこちら血合いのこちらみじんこ揚げと山菜のタラの芽とこちらこし油の天ぷらでございます。ちましはこちら中に柚子の味噌が入ってございます。柚子味噌でございます。あ、ちまき。でその左手上に行きまして山菜のあいこをご用意させていただきました。上にはこちらえごま味噌がけを添えてございます。で一番左手にございますのはこちら新玉ねぎと煮だこの新バジルソースがけでございます。魚も骨まで柔らかいわ。バジルがついてるとこね、バジルが効いてますね。ここはちょっとこうイタリアンっぽい感じちょっとなんかマリネみたいな感じで美味しい。全部に味が染みてて美味しいわ。新玉ねぎ美味しいよ。あいこ聞いたことがない、このごまと合う。シャキシャキしてるよ。これもね、下になんか沈んでるよ。これはね、カニ身のもずく酢だって。上にカニが乗ってて、下にもずく酢があるっていう、すごいね。すごいとろーっとしてる。贅沢だな、カニともずく。もずくがさ、すごいなんかこう細いの。細いね。細い、とろーっと、なんだろう、あれみたい。とろろとろろみたいな感じ。すごい。普通のもずくじゃない、もっと太いよね、もずくって。太いね。食べやすい。つるっと飲み込める。美味しい。螺旋がけだよ。ピローン。ぐる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 。お餅みたいだね。ね、お餅みたい。中に何入ってんだろう。ちまき。麩なんじゃないこれ。麩。麩だ。でしょ。ちまき麩、柚子味噌入り。でも柚子の味はしないね。入ってた。柚子ね。下から食べたからだ。面白い。柚子入ってました。本当だ。上から行くんだよね、普通ね。下から食べてったからね。美味しいおやつみたい。お作りをご用意させていただきました。本日のお作り、右手にこちらヒラメのお作りでございます。左手の皮目がついているお魚、こちら島アジでございます。手前の白いのはこちら湯葉こんにゃくでございまして、こんにゃくに湯葉を混ぜ込んだものでございます。食感もとても柔らかく食べやすくなっております。自家製なんです自家製でございます。すごい。これ大根じゃない？大根、きゅうりでしょ？すごい飾り切りしてんじゃん。これなんだろう、この黄色いの。食べてみようかな、この黄色いの。わからん。一番上にあるのは縁側なの？これ。縁側なの？コリコリしてる。島味だって。炙ってるね。柔らかい。味も美味しい。湯葉こんにゃくで特製、自家製だっていうから。自家製だって。ぷにゅぷにゅ。そうだね。秋田牛の味噌幽庵焼きでございます。お肉の部位はこちらヒレでございます。はい。
お野菜は春の野菜として春キャベツ、こちら新じゃがいも、こちら山菜のこごみ、一番左手にはこちら新玉ねぎと、餃子にんにくでございます。右手が柚子胡椒でございます。左手が豆乳のごまだれでございまして、綺麗だねこれね。ね、いろんなね飾りというかね、ゼンマイとか山菜とかね、そうだね。新玉ねぎとかいろいろ乗ってるよね。本当に私は柚子胡椒でいこうかな。すごいね、焼き加減ちょうど良さそう。噛み切れる。すごい。絶対お肉は柚子胡椒だね。マヨネーズでいってみる？マヨネーズでも美味しいけど、お肉は柚子胡椒かな。一応ね、ソースもちゃんとかかってんだよね。それと合うようにソースがつけられてる。野菜系はマヨネーズかな。お鍋が来ました。どんな料理かワクワクしますよね。おお、なんかすごいのが来たね。桜と松。桜でしゃぶしゃぶでございます。ああ。手前にはこちら、小さい器がポン酢でございます。大きい器がこちら割り下でございます。薬味は柚子おろしと七味。桜鯛ね、すごいね、色がピンク色だよ。しゃぶしゃぶと色が変わりました。これはうまそうです。ポン酢でいただいてみます。もうやっぱ柔らかい。今度は割り下でいただいてみます。薄味でいい感じだね。こちらお食事でございます。本日こちら、桜エビと三つ葉のせいろご飯でございます。赤味噌を使用いたしましたお味噌汁でございます。そして上にはこちらこんなものをご用意させていただきました。秋田名物のいぶり大根。湯気がすごい。器も熱いんだ。ホクホクだわ。おいしい。たっぷりだよ。ちゃんとね、お焦げもついてんだよね。これが赤味噌しじみ汁ですね、これね。こちら水菓子でございます。本日こちら季節のフルーツと、豆乳プリンでございます。スイカはこちら、夏を作でいたしまして小玉スイカを使用させていただきました。これが豆乳プリンですね。結構もちもちした感じのプリン。甘さもね控えめで美味しい。お風呂に入ってみたいと思います。夜は上からこんな感じで結構強めのねライトが照ってるんですけれども、窓はね閉めてるんですね。というのは結構ライト明るいので窓開けてると虫が入ってくるみたいなんですね。それでこちらにはねスリット状の網戸があるんですけれども、外の景色ね実はこんな感じで少しライトアップされていて、窓を閉めていてもね意外といい感じで見えますね。やっぱり夜もねすごくいい雰囲気で温泉に入れるのかなという感じですね。外に出てみます。夜のわび桜の門です。ライトアップというほどではありませんが素敵な雰囲気になってますよね。
今わび桜からの朝の景色ですけれども、もうね結構至る所でウグイスの鳴き声がこんな感じで聞こえるんですよね。まずこの景色もね非常に奥行きがあって、林の景色ではあるんですけども、結構ねいろんな草木がね生えていて、手前にあるのはシャラの木が中心みたいですけれども、奥の方に行くとねこんな感じで山桜が見えてたりとか、あとはさらに奥に行くと杉とかね、そういった木が生えてますけれども、非常にね自然が奥行きを持って見えて、そしてこのウグイスの鳴き声、とても癒されますよね。こちらのね椅子に座って外を見ていれば、日頃の疲れもね吹き飛ぶのかなという感じがしますよね。非常に癒される景色となっています。朝食の時間です。朝食もお部屋でいただきました。こちらは子供用のお膳です。少し品数が少ないのと食器が違う感じですかね。グラスの方が黒酢のジュースでございます。陶器の方がリンゴのジュースになっております。どちらも豆乳で割ってあります。こちらが大人用のねお膳になりますね。非常に豪華なお膳になってます。サラダですね。それからあんかけのね巾着の入った煮物ですね。そしてこちら茶がゆ、ほうじ茶で炊いたおかゆということですね。味噌汁はなめこの味噌汁と、なめこと油揚げの味噌汁ですね。焼き鮭と昆布、こちらは野菜の和え物、おしんこ、厚焼き卵と小鉢がありました。こちらがご飯ですね。ご飯はもちろん秋田小町ということですね。曲げわっぱのね器に入ってます。まずはこちらが黒酢のねドリンク、豆乳入りということですね。やっぱ酸っぱいね。でも美味しいね。美味しい。酸味があってね、リンゴ酢を豆乳で割ったドリンクということですね。こちらはサラダですね。サラダもねうまそうだねこれね。これは巾着ですね。中にはねいろいろ餅じゃなくていろいろ入ってますね。ほうじ茶で作ったおかゆと。確かにほうじ茶の匂いがするね。いい感じ。こちらは卵焼きですね。厚焼き卵。こちらは焼き魚。これも美味しそうですね。こちらは味噌汁、なめこと油揚げの味噌汁。朝食のデザートは秋田の浅漬けっていうね米を使ったデザートみたいですね。せっかくなのでウグイスのね美声が聞こえるテラスでいただこうかと思います。米の入ったデザートということでなかなか珍しいですよね。ちょっとね酢も入った感じのね味がします。あっさり系のデザートって感じですね。チェックアウトです。今回の宿泊費は家族3人で13万9,000円でした。奥角館温泉わび桜いかがでしたか？山奥にあるのに本当に素敵なお宿でびっくりしました。
お部屋、お風呂、食事、すべてが素晴らしかったです。さて、この後はわび桜から車で約10分、角館武家屋敷に立ち寄りましたので、引き続きご覧ください。ご覧いただいているのは角館武家屋敷通り。約400年前にこの地方を支配していた芦名義勝により作られ、その後佐竹一門の城下町となったと言われています。当時は武家屋敷が250軒ほどあったそうですが、現在見学できるのは10軒程度とのことです。この町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。武家屋敷通りといえばしだれ桜が有名ですよね。今回は桜には少し遅めの時期ではあったのですが、少しだけ桜を見ることができましたので、そちらもぜひご覧ください。休日でしたが人手もまずまずあり安心しました。今回は最も有名で広い敷地の青柳家、そして樺細工伝承館をご紹介します。こちらは河原田家、こちらは岩橋家。こんな感じで武家のお屋敷が道の両側に並んでいます。そしてこちらが青柳家。角館の武家屋敷では最も広く見どころの多いお屋敷となっています。すみません、わび桜に宿泊したんですけど、はい、じゃ無料でご覧いただけますので。約3000坪の敷地に母屋のほか6つの資料館があります。こちらは母屋、約200年前に建築されたそうですよ。母屋の内部には土間や座敷、台所などがあり、昔の武家の生活を垣間見ることができます。刀に触ったりできる体験コーナーもありました。持ってみな。重いでしょ。ちょっとね、すごい。武家屋敷ですので武具が多数飾られていました。ちょっとびっくりしたんですが、解体新書記念館というのがありました。秋田蘭学の創始者である小田野直武氏は解体新書の挿絵を描いたそうです。こちらの秋田郷土館では昔のお屋敷とともにさまざまな展示がされていました。もう一つの見どころ、樺細工伝承館です。樺細工の振興と観光の拠点として1978年に開館した資料館です。なんと敷地内には桜がまだ咲いていました。館内にはさまざまな作家の樺細工が飾られています。樺細工の制作実演や体験コーナーもありました。樺細工は山桜の樹皮を用いて作られる角館の伝統工芸品です。防湿・抗菌性などに優れているそうです。ドラマ「水戸黄門」の舞台にもなったそうですよ。武家資料館ではこの地を治めた佐竹氏ゆかりの武具が多数展示されていました。武家屋敷通りにはショップやグルメなお店もたくさんあります。こちらはわび桜の宿泊者が駐車場と割引券をもらえる里徳ガーデン。こちらは樺細工の専門店。秋田メーカー生もろこしの専門店。スイーツのお店も雰囲気は街並みと統一されていますよね。お店によっては行列ができていました。今回はこちらの佐藤陽介稲庭うどんのお店に立ち寄りました。稲庭うどんは細麺で喉越し抜群です。今回の動画はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。
これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、チャンネル登録の上引き続きご覧ください。